国民民主党の玉木さん足りないのは何だと思いますか？私は頭の残念さが足りないと思います。彼は総理大臣やりますかと聞かれたときに頭が回り現実的に難しいことを察知し、選挙結果を見てた曖昧な返事をしてしまう。そこで残念なふりでもいいので、私が総理大臣になって日本を変えますと豪語すれば、頭の残念な国民も、うお、玉金と盛り上がって票を求めると思うんですが、いかがでしょうか。まあね、玉金雄一郎さん僕も好きですけどね。やっぱりそこら辺のそのなんか、ライブで客を盛り上げるようなムーブというのをした方が、例えばアーティストって熱狂的なファンがつくじゃないですか。なんでミュージシャンとかって熱狂的なファンがつくかというと、歌を歌っていて感情をコントロールするというのが上手い人なんですよね。人は感情をコントロールされると、その感情をコントロールした人に対して忠誠心を持ってしまうという構造があるんですよ。日本がそういうのを忘れてしまっただけで、基本的には宗教と音楽って昔は不可分だったんですよね。アメリカの福音派とか今でも音楽使いますけど、もともとでもお経とかもそのちゃんと木魚を叩いて鐘鳴らしてリズムを取ってお経を読んだりするんですけど、そういう感じで実はその音楽を使うことによって聴いている人たちの感情をコントロールするっていうこの能力っていうのを割と意識してちゃんとやってる人ってやっぱりその演説うまいんですよね。なのでそういう感じでいかに聞いてる人を自分に対するロイヤリティを増やすために使うかっていうのは、合理的で論理的な話をすることで相手の人に納得してもらおうっていうのは頭のいい人はやっちゃうんですけど、合理的で論理的な話じゃなくていいんですよ。俺と一緒にいい夢見ようぜおうみたいな、俺についてきたら幸せにしてやるぜおうみたいな、こういう感じのが必要なんですよ。令和とかもだからラップとかやるじゃないですか。あれうまいんですよ。令和の山本太郎さんのラップが何言ってるかはもうあんま関係ないんですよ。ラップで楽しかったからなんか好き、また参加するみたいな、あれぐらいでいいと思うんですよ。なのでそこら辺の人をどうやってコントロールするかっていうのをちゃんと意識した方がいいんですけど、頭がいい人の方が言葉の論理的な力で納得させて人が動くというふうに思っちゃうんですよね。自分がそうだから。そうじゃない人の方が世の中いるに多いっていうのをちゃんと気づいた方がいいんじゃないかなと思いますけど。そうそうね、吉村さんとかそうですよね。だから若くしてね、弁護士さんになっちゃった人とか、頭のいい人、弁護士さんとかもそうなんですけど、合理的にこういう法律があります。こういう条文があります。だからこうですよねって言われたら、おお、そうだなみたいになっちゃうんですよ。でも頭のいい人はそうだけど、そうならない人が多いんですよ。こういう法律があります。こういう条文があります。っていう人がほとんどなんですよ。なので、普通の人というのは、合理的論理的な説明というのを言われても、ふーんで終わる。なので、その人たちを動かすには、合理性のある説明ではないってなるんですけど、合理性のある説明で理解してしまう人たちっていうのは、合理的な説明をすると、他の人も理解して納得してもらえるというふうに誤解しがちっていうね。ひろきさん以前、国民主党の主張を理解して支持できる人は偏差値60以上とおっしゃったのですが、私は加えて賛成党を支持する人は偏差値55以下だと思います。そこで国民主党が国家支持を伸ばすという時に、そういった偏差値の層も理解できるような極端な政策でいくべきだと考えますか？いやー、これが難しいところで、論理性で今の支持者層を作っていた国民民主党が非論理的なことを言い始めた時に、多分既存の偏差値60以上と言われる支持者も失うっていう。で、さらにその頭のいい人って頭の悪い人の気持ちはわからないんですよ。例えばじゃあ卵焼きって、卵焼きを作ってくださいと言われて作れちゃった人って卵焼きが作れない人の気持ちがわからないんですよ。油引きます。ガーンってやって殻割ります。バシャって開きます。ちょっとずつ回して箸で端っことかくっつかないようにこうつっついて、目玉焼きね、焼き上がりました。人によっては繰り返すけど、でじゃあお皿の上に乗せましたっていうのがもう大体見たことある人だったらこんな感じだよねっていうので一発でできたりするんですよ。でもその目玉焼きを焼いたのを見たことがない人というのは、目玉焼きを作ってくださいって言われた時にまずどうしていいかわからない。まずありがちなパターンはフライパンを熱するけれども油を引かない。卵をガシャって割ってる後に卵の殻も入っちゃうっていう。卵の殻は別のところで割って入れるべきなんだけど、それがわからないからフライパンの上でガンってやってバコってやるから卵の殻がフライパンの中に入るみたいなっていうのを平気でやっちゃうんですよ。これは見たこともないし、卵の殻というのがどういう構造かっていうかも知らないから、アニメとかでパンってやったら2つで分かれるから、叩いたら2つで分かれるのかなと思ってるけど、あれうまくやらないと粉々になるとかも知らなかったりするんですよ。っていう感じで、できる人ってこれくらいできるっしょっていうのができない人の気持ちが分かんないんですよね。なので偏差値60以上をターゲットにしてる国民民主党の人が偏差値50以下の人をターゲットにした時に、やっぱりね、言葉通じないと思うんですよね。カタカナ多すぎ、国民民主党。
何でも日本語で喋る癖をつけなさいっていうね。リハックで日本の政治は変わっていくと思うんですが、ひろゆきさんの見解をお聞きしたいです。サイコパスの高橋宏樹さんは割ともともと早稲田で政治哲学かなんか専攻したのかな。社会はこうあるべきであるっていうモラル的な部分でやってるのがあるんですけど、そこはあまり世の中に評価されてないですよね。どんな候補者であれ平等に話をするチャンスを作るべきだよねっていう考え方を持ってる人なんですよ。テレビ局の場合って国政政党と呼ばれる国会議員5人以上あるところしか呼びません。討論会の時も国会議員5人以上あるところ以外は一切呼びませんっていうエコひいきをやってるんですよ。でも選挙って本来平等に扱うべきですよね。候補者というのは全て平等です。平等な中で有権者が投票して決めてくださいなのに、一定の人たちだけテレビで自分の主張が出せますって超エコひいきじゃん。テレビで自分の主張を言えて、テレビ見る人は、あ、この人はこういう主張してるんだってなるけど、テレビ出ない人はその主張ができないわけだから、もう一般のテレビ見てる人から見たら存在しないのと一緒なわけですよ。もちろん NHK の政見放送ありますよみたいな話あるんだけど、NHK の政見放送だけだったらいいんですよ。でもテレビの民放放送って国政政党の候補者だけを呼んで討論会とかやって、でそれを一般人が見るじゃないですか。これ明らかね、ごひいきで、選挙って平等じゃなきゃいけないんじゃないのっていう、本来の筋でいくとかなりひどいことやってるんですよね。泡沫候補、チャレンジャー候補的な扱いをして、泡沫なんだからお前らの意見なんか別に国民聞く必要ねえよみたいな、これ不公平じゃんっていうのが本来であればそういう意見が出るはずなんですけど、でも日本の人たちってテレビの常識というのを人間の常識だと思いがちなんですよ。日本人の多くは。なのでテレビは泡沫候補を流さないのはそれが常識なんだから普通でしょっていうふうに思っちゃうんだけど、本質論で言ったら公平に扱うべきだよねっていう話なんですけど、で割とニコニコとかが昔から党首討論会っていうのをやっていて、党首が来て討論をするっていうのなんですけど、あれもやっぱりネットで党首討論会っていうのできちんと長時間取ってやるよねっていうのが、じゃああれ儲かるかって言ったら儲かんないんですよ。別にじゃあニコニコで党首討論会をやるからそれを見るためにニコニコプレミアムに入りました、今700円だっけ800円だっけ払ってますって言ってほぼいないわけですよ。みんな無料で見てるし、ニコニコじゃなくて YouTube とかでも流れてると思うから、それ見たりとか切り抜きを見てるわけじゃないですか。でも党首討論会というのは社会に必要だよねっていうふうにニコニコのスタッフは思ったわけですよ。でそれをずっとやり続けてるんだけど、これ一回やめたらもうできないんですよ。呼べば党首って来るんじゃねって思ってる人いるかもしれないですけど、ニュースピックスっていうメディアが党首討論会を企画したんですよ。で党首討論会企画して、すべての党に連絡して、今日この時間、党首討論会やりますっていう、ニュースピックス動画 YouTube に上がってるんで見てもらいたいんですけど、来た党首が維新の吉村さんだけ。一人だけ来て、あと全員欠席。党首の顔のパネルがバーッと並んで、落合陽一さんと吉村さんが二人っきりで喋ってる党首討論会っていう、僕の中でめちゃくちゃ面白かったんだけど、やっぱそうなるんですよ。なので党首討論会とかがちゃんと実現することができるというのは結構大衆、要は有権者にとっては大事なことだと僕は思うんですよ。綺麗事とか言いたいことだけをバーっていう政見放送と違って、討論になると、でもこれできないよねとか、いやこれ言ってること違うよねとかやっぱ突っ込まれるので、実際に言ってることと本当にやれるかどうかっていうのが別の話だよねっていうのが討論で浮かび上がってくるわけですよ。無農薬で日本中の米と野菜が作れますって言って、いやいや俺農家やってるけど作れねえよっていうツッコミが入るわけじゃないですか。同じ収量作れねえよっていう。でもそれが討論じゃないと信じる人たちっているんですよ。あ、この人が自信満々で言ってるから米とか野菜っていうのは無農薬で作れるんだみたいな。農薬を使ってる農家っていうのはただ頭が悪く使ってるだけなんだ。農薬使わなくても米でも作れるのに、あえてお金払って農薬を使ってるバカな人たちなんだって思い込む人たちっていうのがいるんですけど、でもこれ討論になると、いやいや農薬使わなかったらキャベツなんか作れるわけないよと。桃とかブドウとかも 100% 作れないんだよね、確か。無農薬で作るっていう実験を農水省の関連団体かなんかでやったことあるんですけど、キャベツとか桃とかはね、もう虫に全部食われて 99% 食われましたみたいな。キャベツとかもね、キャベツ畑って見りゃわかるんだけど、もうモンシロチョウだらけなわけですよ。あれ農薬なかったら無理だよねっていう。
なので、選挙というのにおいて、選挙広報的な、利白的なものというのが、自腹を切ってやるというのは、社会のために必要だよねっていうので、アベマの討論会とか、ニコニコの討論会とか、利白の討論会の人たちはそう思ってやってるっていうのなんですけど、社会の人はそこまでネット系のそういうチャンネルの人たちがコストを払ってやってるっていうふうには思ってないですね。はい、家庭菜園ですとやっぱね、虫は来ちゃうんですよ。たまに虫来ないでいける人はいますけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。